上顎にがっちりかかった。いやー、これは皆さんこんにちは。 SBFJ 利根川です。なんかのっこみの時にあるような浮き込みがすごいあります。ちなみに辺り一面草だらけでやばいです。釣り台はもう今日取れないのでそのまま用意しちゃいます。釣り台が完成しました。釣り台完成。ガードレールの奥に釣り座があって、なんとも木の陰で優雅じゃないですか。あそこに実際水がない時の映像をどうぞ。斜めのこのスロープみたいな護岸になってるんですね。はい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 、この辺でしたね。釣り座この辺でしたね。手前がこうなっててドーンと落ちてるから対岸とか狙うのは別に悪くなかったのか。ちょっと暖かくなってくると気分転換を兼ねてドライブ。夜な夜な水路を偵察している利根川なのでした。水のない時の映像以上です。いやー、太陽の向きも相まって涼しげにやってきます。さあ本日もこのお時間がやってまいりました。いただきます。今日は本当に暑いからしびる。これはそんな暑くなかったんでそこまで美味しくなかった。普通に美味しいですよ。もちろん美味しいですけどそこまで美味しくなかったんで、今日はうまい。やっと出せました。自然に溶け込まない色。名前まで入れてくれましたよ。静岡の増田さんという方に作っていただいたグラスロッド。どこまでもおそらく曲がります。SBFJ ともかく派手な色をというオーダーに応えていただきました。ド派手でございます。今日はこれを使っていきましょう。もうこの前のサッテ放水路の時も思いましたが、もう針はちっちゃくいきましょう。何がかかってもいいように切磋の5号にします。これ巻かなきゃな。6号5号6号5号5号巻いとこ。いやでもな、もうちょっとするともう5号使わなくなって6号でいいとか7号でいい、8号9号10号でいいって時期が来るんですよね。またこれが難しい。いやでも5号は巻いとこ。よいしょ。豪華の用水路、おいしい水を確保。コンパクトタオルを吸水。よいしょ。ゴミは必ず持ち帰りましょう。何気なく水汲んだだけなんですが、これエビのチエビですよ。チエビがいます。めっちゃチエビだ。ちっちゃ5ミリない、5ミリ6ミリでもちゃんと背中の腹渡に黒い何かが映ってるので元が食ってるんでしょうね。ここで普通にすくったらいるんだ。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。正確にはぐる団子。ピントが合ってない。給水混ぜます。よし、給水。はい、しれっと移動しております。ご安心ください。もうすぐに釣りを始めるのでご安心ください。なんだかんだありましたが1投目よろしくお願いします。よろしくお願いします。5尺。さあ釣りをスタートしました。なんで場所移動をしたのかって、
もう皆さんお分かりでしょう。釣れなかったんですよ。前日にそこそこの雨が降ったので増水しています。この場所は江戸川です。本来であればこの場所は中弱4メートル前後の竿を出していますが、水面が上昇したことによって釣り台と水面の高低差がほとんどありません。これは4投目ですが、浮きが立って水中に入っていく時の動きを見ていてください。何かに煽られるような、引っかかるような、そんな動きが出ているので、浮きの下に餌の近くに魚が少なくとも1匹はいるという証拠です。玉浮きだとこの動きは出ないか、出たとしても分かりにくいはずなので、こういう形状をしている浮きの特権です。今の取ってよかったかな。まあ乗らなかったとしても取ってよかったな。実は最初5尺を出すつもりはありませんでした。ここは何度も来ているので、利根川の記憶では増水していない状態で手前が 1.5 メートルくらいの水深、おそらく雨で50センチくらいは増水しているので、7尺でちょうどかなというイメージでした。試しに7尺で水深を測ってみると、なんだか5尺で底釣りができちゃいそうってことで当たります。上顎にがっちりかかった。これはヘラブナですか。ヘラブナじゃないですか。いやー、いた。5尺のところにいた。餌を小さくつけたら食ってくれた。ヘラブナちゃん、ありがとう。いやー、野釣りで5尺ってなかなかギャンブルなので、釣れるとめちゃくちゃ嬉しいです。残念ながらこれは空振り。元々の想定だと最初は遊びの7尺で足元を狙って、それでダメそうなら12尺とか15尺に伸ばしてどうにか釣るという戦略を立てていました。が、いい意味で大外れ。ほらまた食ったー。流れるように持ってったマブナさん、よいしょ、ありがとう。 Thank you。 これは次の一投でつけるグルテンの玉っころを2つ作って、その後手を洗おうとしたら食っちゃった。あと魚の見た目が衝撃でした。遅れたけどやっぱ食ってたら間に合いますね。角度のマジックじゃないです。本当に寄せ細りすぎた。こう、いやー、これはかわいそうだ。多分時期にもうすぐって感じですかね。ごめんな、釣っちゃってごめんな。水が減水していることもあって浮きが出気味だったので棚調整。ウグイスの鳴き声に癒されます。もうこの鳴き声だけで釣れそうな気がしてしまうのは利根川だけでしょうか。という頭お花畑な発言はさておき、この一頭は浮きの動きに翻弄される利根川をお楽しみください。
浮きには動きが出ているものの、ちょっと魚が寄ってきすぎたのか、最初に比べてヒット率が悪くなってきました。今日は他に餌を打っている人もいませんし、10分ほど床休めをしての2投目です。利根川学習しました。いつもはここで餌を打ち続けてしまうので、魚はいるのに食わない状況になっていた気がします。場所によって魚の濃さも違いますし、人の多い少ないで釣り方も変わってきます。利根川をわざと魚を泳がせて五尺を堪能しております。いやー、一つ一つを大切に釣ったっていいじゃないですか。やったねー。3投ルアー投げて床休め5の2投目。イエーイ。これはずるっと浮きが入った後に力強く入ったので合わせてみました。網を構えて上がってきた魚を見てみると、どうやらアッパーなような、そんな確認をしていたら、ペペッと上手に針を外されてしまいました。お次は割と力強く入ったと思うんですが、合わせてみたら空振り。まあそういうこともありますよ。今日ここに来る前、埼玉県杉戸市にある栄華といういわゆる町中華でチャーハン大盛りを食べようと思っていたんですが、残念ながら駐車場がいっぱいで止められず、幸手市にあるラーメンショップ椿の木立店へ行きました。味も好みなんですが、そこまで混んでいないので、いつでもサクッと食べられるのがいい。似たような場所にあるラーメンショップ金田亭、久しぶりに行きたいんですが、あっちは混んでるんですよ。ラーメンが目的なら並ぶのもやぶさかではないですが、釣りの前の腹ごしらえですから時間勝負です。止めたー。今度はがっちり食ってました。30センチちょいあるな。よいしょ。ありがとう。止めた。気持ちいいな。釣り場で動画を撮影しているとき、利根川はほとんど喋らずに釣りをしていて、後から編集中に声を吹き込みます。この一頭はなんだかブツブツぼやいた上に魚が釣れていたので、そのまま使ってみます。いますね。あれは取らないね。一面、今のはどうだろう。でももうちょっとなんかこう鋭く入ってくれれば取るんですが、ファッ。まあでも何かしら。シャ。いい方になってる。随分太鼓ありますね。よいしょ。はい、ありがとう。この一頭、浮きがふわふわしながら魚が餌の周りにいるぞっていう動きから鋭く入るので気持ちよかったです。さあ皆さんもその爽快な気分を味わってください。
サイズが、やっちゃった。やっちゃった。そして夕末目になってこのサイズがめちゃくちゃ入ってきたのかもしれません。水がだいぶ引いたのでそのせいかな。また同じようなサイズ20センチぐらいですね。はい、ありがとう。せいでしょうか、あっちの方で雷の音が鳴った気がします。天気予報見てみましょう。やっぱり気のせいじゃない、向こうの方が雷が鳴ってるし、ウェザーニュースで見たら18時から時間11ミリの雨が降るっていう予報でした。やばいかも。展開した道具たちをちょこちょこと片付けながら、雨がパラついたら猛ダッシュで帰れるようにしておきます。天気予報を信じるなら、いきなり土砂降りにはならず、10分15分の猶予はありそうでした。でも今って夕間攻めなんですよ。スタートダッシュすごかったのに。この子スタートダッシュめちゃくちゃすごかったのに、このサイズ21にマブラさん、スタートダッシュすごい。へい、ありがとう。今日は最初からかなりしっかりしたサイズばかり釣れていましたが、じりじり減衰しているので状況がいいわけではありません。これは上から餌を追いかけてそのまま食ったパターンのヒット。ほう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 。超久しぶりにブルーギル釣りました。うわ、めちゃくちゃ久しぶりだな。ブルーギルいるんですね。やっぱ綺麗ですね。この辺の色めちゃくちゃ綺麗なのにな。かっこいいのに。ブルーギルといえば昔地元の池で釣って塩焼きにして食べたことがあります。可食部の量が少ないくらいで臭みもなんにもありませんでした。至って普通の白身魚。もし食糧難が訪れたら利根川の試食になることでしょう。ほぼ一致ですね。なんだろう、モロコかな、口細かな。おそらく極限まで卵を蓄えたモロコか口細か、モロコかな。食ってる。Thank you。なんだかバラエティ豊かになってまいりましたが、今回餌はグルテンのみです。しかも最初の数頭以外は小さめを心がけていますので、団子餌は必要なかったですね。一応バッグにはペレドーとつなぎグルテンが忍ばせてありました。ちょっといいサイズ。完全にマブナさんが来ましたが、いいサイズです。推定30センチくらい。今曲がってるのでそんなもんですけど、こうすると30センチぐらいあります。やった。5尺で30センチあると引くね。まさか2週連続で5尺シリーズになるとは思いませんでした。5尺って結構条件がシビアで、釣り台と水面の高低差が少なかったり、手前の水が透き通っていないとか、いろいろ条件があるので難しいんですよね。雨の増水のタイミングでラッキーでした。このサイズでめちゃくちゃ引くんですね。
程よいサイズですよ。あ、でもなんかちょっと血が出てる。ちょっと血が出てるのは何だろう。引っかいてないよな。でも引っかいた感触はあんまりないので今日はありがとう。さてさて、この一頭が本日最後のヒットとなります。この後一体どうなってしまうのか。うわー、何かに化けたな。え、これサイズやべ。いや、緑亀ありがとうございました。もうすぐそこで雷の音が、さっきはあっちの方でしたけど今もうこの辺でなってるので帰ります。荷物を背負って結構こんな感じで背負ってます。この子たちも持って車に戻りましょう。お疲れ様でした。今年はあまり人が入っていないのか、草も生い茂っていたのでかき分けて進みました。楽しかったです。ではでは、ここからおまけ映像。初代 SBFJ ステッカーのボックスに入っている利根川のルアーたち、一応タックルも含めて全て保存してあります。もう何年ぶりになるかわからないくらい久しぶりに投げましたが大丈夫でした。意外と体って覚えてるもんですね。この後大雨にはならなかったので、あのまま投げ続けてれば釣れたかもしれない。以上、負け惜しみでした。お昼に食べたラーメンショップのネギラーメン大盛りは麺2玉かな。なのでめちゃくちゃ多くて正直食べきれないかもって焦りました。ここについてるキーホルダー試しに作ってみたんですが、いや、すごくいい雰囲気なんですけど、なんかいまいち。エンジョイフィッシングなんかいまいちなんですよ。ここに入るフレーズ、いいのが思いつきましたらコメント欄に書いていってくれると嬉しいです。採用された方にはこのキーホルダー差し上げます。コメント欄によろしくお願いします。皆さんのご応募をお待ちしております。